リバプールに住みたい。今回のテーマは、中期ビートルズのリーダーは誰？ジョン？ポール？どっち？作曲数とボーカル数で比較です。よければチャンネル登録をお願いします。中期のビートルズが一番好き。年代だと1965年から1967年の約2年。アルバムで言うと、ラバーソウルからマジカルミステリーツアーまでが中期です。ビートルズ史の中で最も魅力的な時期、それが中期です。どうですか皆さん。そんな中期のビートルズって誰がぐいぐい引っ張っていたのでしょうか？気になりますね。ジョン・レノンかな？それともポール・マッカートニーかな？ということで数字で検証してみました。検証する数字はこの2点。曲を作った数、ボーカルを取った数。徹底と銘を打っているので細かく時代を区分して検証していきたいと思います。ということで今回の対象は中期ビートルズです。中期のアルバムごとに検証します。曲を作った数とボーカルを取った数の数字が多ければリーダーなのかという疑問はあると思いますが、まあそこはいいじゃないですか。寛容に楽しんでみてください。それでは早速。最盛期、中期ビートルズのリーダーは誰なんだい？中期ビートルズといえばコンサート活動をやめて実験的作品を多く生み出した時期です。そうです。名作だらけのあの黄金の中期です。かつてロックの専門誌ローリングストーン誌のオールタイムのアルバムランキングのトップ5に3枚のアルバムを送り込んだビートルズですが、その3枚は全て中期の作品です。そんな中期ビートルズをぐいぐい引っ張っていたのは一体誰なんでしょうか？アルバムごとに検証開始です。まずはラバーソウルから見ていきましょう。1965年12月にリリースされた6枚目のオリジナルアルバムラバーソウルです。初期の頃のあの疾走感たっぷりのビートルズはもういません。どちらかというと哀愁を感じさせる作品です。さて誰が引っ張っている作品なのかな？収録曲はこちら。ドライブ・マイ・カー、ノルウェーの森。You want to see me, Nowhere Man, Think for Yourself, The Word, Michelle, What Goes On, Girl, I'm Looking Through You, In My Life, Wait, If I Need Someone。Run for Your Life。まとめると、ジョン作曲数5曲、ボーカル数6曲、ポール作曲数4曲、ボーカル数4曲、ジョージ作曲数2曲、ボーカル数2曲、リンゴ作曲数0曲、ボーカル数1曲。結果はジョン・レノンでした。ただ、圧倒的というほどの数字ではありません。ポールも検討しています。しかもこのアルバムには作曲者不明の作品が2曲あります。In My Life と Wait です。もしこの2曲がポールであればジョンと同点です。なので一応結果はジョンですが、もしかしたらポールかもしれないというアルバムです。しかし誰が作ったのか覚えていないとは。どっこいしょ。次はリボルバーです。リボルバーはビートルズ7枚目のオリジナルアルバムです。リリースは1966年、個人的に最強のアルバムだと思っています。コンサートでの演奏を前提に曲が作られておらず、そういう意味でも当時としては画期的なアルバムです。作風はサイケデリックど真ん中。とにかくジョンの作品が実験的で最高なんです。油が乗りまくったこの名作を牽引していたのは誰でしょうか？収録曲はこちらです。タックスマン、エリナー・リグビー。I'm Only Sleeping, Love You Too, Here, There and Everywhere, Yellow Submarine, C Set, Good Day Sunshine, and Your Bird Can Sing, 401, Dr. Robert, I Want to Tell You, Got to Get You Into My Life。 Tomorrow Never Knows。集計の結果は、ジョン作曲数5曲、ボーカル数5曲、ポール作曲数6曲、ボーカル数5曲、ジョージ作曲数3曲、ボーカル数3曲、リンゴ作曲数0曲、ボーカル数1曲。ここに来てようやくポール・マッカートニーに軍配が上がりました。初期の作品から前作のラバーソウルまで常に前を走るジョンを追いかけていたポールですが、7作目でジョンの数字を超えました。僅差ではありますが作曲数で1曲上回っています。リンゴスターに提供したイエローサブマリン分の差でしょうか。ギリギリではありますが、とにかくポールに軍配です。改めて収録曲を見てみるとすごいですね。ジョンとポールが捨て曲なしで肩を並べている最高の作品だと思います。そして見逃せないのがジョージ・ハリスンです。ここに来て3曲作って3曲歌っています。ポールがジョンを上回り、ジョージがじわり、3人の個性が絶妙なバランスを見せているビートルズのアルバムの中でも非常にクオリティの高い作品ですね。よし！次はロックの最高傑作、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドです。出ました。ロックの金字塔。8枚目のオリジナルアルバムは豪華絢爛、音楽の万華鏡です。収録曲数はこの13曲。
前作リボルバーでわずかながらポールがジョンを上回りましたが、今作はどうでしょうか。多分というか完全にポールだと思いますが、一応見てみましょう。サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド。 With a little help from my friends, Lucy in the sky with diamonds, getting better, fixing a hole, she's leaving home, being for the benefit of Mr. Kaito, within you without you, when I'm 64, lovely Rita, good morning, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band。 A Day in the Life。 集計の結果は、ジョン作曲数3曲、ボーカル数3曲、ポール作曲数8曲、ボーカル数7曲、ジョージ作曲数1曲、ボーカル数1曲、リンゴ作曲数0曲、ボーカル数1曲。結果は明らかですね。完全にポール・マッカートニーです。圧勝です。さすがポール主導のアルバムです。タイトル曲からリンゴの曲、A Day in the Life でのジョンとの共演、さすがです。鳴りを潜めていた初期の頃が懐かしい。じわりとにじり寄ってきたジョージも1曲のみにとどまっています。このアルバムではポールが圧倒的すぎたのでしょうか。次に行きましょう。中期の最後はマジカルミステリーツアーです。正確に言うとオリジナルアルバムではなく、前半6曲の EP 版としてリリースされた作品です。ただ、今は EP 版6曲に近い時期にリリースしたシングルを合わせた US 版が一般的なので、それを採用します。収録数は11曲です。さて、ジョン、ポール？マジカルミステリーツアー、フール・オン・ザ・ヒル。Flying, Blue Jay Way, Your Mother Should Know, I Am the Walrus, Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever, Any Rain, Baby You Are Rich Man。 All You Need Is Love。 まとめてドーン。ジョン作曲数3曲、ボーカル数4曲。ポール作曲数5曲、ボーカル数5曲。ジョージ作曲数1曲、ボーカル数1曲。リンゴ作曲数0曲、ボーカル数0曲。僅差ですがポールに軍配です。数字的にはジョン・レノンの勢いがなくなってきました。この頃になると通説通りポール主導のビートルズ像が数字の面からもわかります。ただジョンが怠けていたのかといえばそうではありません。しっかりとストロベリーフィールズフォーエバー、I am the Walrus といった名作を作っています。ここには収録されていませんが、レインだって作っています。ということで中期の作品を見てきました。総合結果の行方やいかに？ジョン、ポール、それともジョージ・ハリスン？まとめ、数字で見る中期ビートルズのリーダーはやっぱりポール・マッカートニー。忘れちゃいけないパストマスターズの曲も含めた総合結果は以下の通り。ジョン作曲数18曲、ボーカル数19曲。ポール作曲数24曲、ボーカル数22曲。ジョージ作曲数7曲、ボーカル数7曲。リンゴ作曲数0曲、ボーカル数3曲。結果はポール・マッカートニーでした。数字的には大きな差にはなっていませんが、とにかく中期はポールに軍配が上がりました。もっとも数字的にポールだけがグイグイという感じではないですが、通説のまま中期はポール主導という結果でしたね。ジョージとリンゴも頑張っていますが、あと一歩。中期のビートルズのリーダーは数字を見るとポール・マッカートニーだよ。この点をちょっと意識して中期ビートルズを聴いてみるのもいいかもしれませんね。中期のアルバムを含めオリジナルアルバムについてちょっとした解説をしておりますので参考にしてみてください。以上、中期ビートルズのリーダーは誰？ジョン？ポール？どっち？作曲数とボーカル数で比較でした。おしまい。それではまたチャンネル登録をお願いします。